今日は天気がいいよ。秋晴れ、冬晴れっていうのかな。はい、皆さんこんにちは。里芋です。またまたね、今回もちょっとお久しぶりの動画撮影になってしまいました。最近はね、ショートの方で、猫ちゃんのショートを毎日上げています。2年ほど前からね来ていた野良猫を保護しまして、我が家の、家族の一員として、迎え入れました。先住猫3匹と一緒に、合計4匹になるんですけどもね、今回はですねトヨタのルーミー、この車をちょっとお借りすることができたんで、乗っています。せっかく乗らせてもらったんでね、春名山に行って、普段ね里芋が乗っている車との違いなんかをねお話ししていこうかなと思っています。もうね今冬なんですけども、スタッドレスに履き替えてありますので、問題なく山は登れると思います。雪とか降ってはいないと思うんですけどもね、春名さんもでも安全運転で行こうと思います。まずこの、トヨタのルーミーですね。これは、ダイハツの OEM だと思うんですけども、ダイハツのトールと同じ車種ですよね。里芋が持っている車は、どちらもスズキです。スズキのハスラー MR52S と、スイフトスポーツ ZC33S1 型に乗っています。軽自動車あり、乗用車あり、トール系のワゴンありといろいろと違うので、比較っていうのはできないとは思うんですけどもね、でも乗った感覚っていうのをお話しできればなと思っています。ちょっと後ろからねバイクの軍団が来てますね。抜かしてあげましょう。はやぶさハスラーに乗ってですね、やっぱりちょっとハイト系のワゴンということで、乗っていたんですけども、やっぱりハスラーっていうのはこの車乗ってみると分かるんですけども、思ったほどハイト系じゃないんですね。やっぱり車高もそんなに高くない、でこっちの方が断然車高が高いと思うんですね。ちょっとその辺車検証みたいなのが分かんないんですけども、この車型式はですね、さっき車検証そこを見たら、M900A という型式だそうですね。で排気量が 1000cc、990cc かな。それで、車重が 1.3839 ぐらい 1.4 トン弱あるっていうんですが、本当かな。もう一回後で確認してみますね。でも 1.4 トンある割にはねすごく軽快なんですよね。スタッドレスを履いているということで、夏タイヤでの、ドライブじゃないので、ちょっとねその辺は正確には、お伝えできないとは思うんですが、なんせね視界が高い、これはやっぱり、運転しやすいっちゃしやすいですよね。で里芋はほぼスズキの車しか乗っていないんですよ。この前は、HN22S の K-WORKS でした。その前にもね、ZC31S のスイフトスポーツだとか乗ってたことがあるんですけども、実はトヨタ車っていうのをね乗るということがね、もうはるか昔に乗ったライトエースというワンボックス1500cc のね、それに乗った以来かな。なのでいろいろと違いがあって面白いです。
まずね、このパッと見やっぱり視界は広いですよね。そして一番印象的なのはこのピラーですね。ここが、2本のピラーになっていて、その間に、ガラスがついてます。なので、太いピラー1本ボンとあるよりはこの方がこうコーナリングとか、走る時には、視界はいいですよね。こういう時なんかでもいいです。意外とスイフトスポーツなんかはちょうどね、こう峠道の右コーナーとかで、サイドミラーが結構死角になってしまって見にくいっていうことも多々あります。これはそんなことないですね。いわゆる普通の車、にあまり乗ったことがないんですけども、先ほども普段走っている道なんかをねちょっと走ってみたんですけども、やっぱそのギャップを通り越す時の、感触が全然違いますね。これは食の味付けによるものでしょうか。普段ね通ってて、ここは結構段差というかギャップがあってドスンと行くんじゃないかなっていうところを平気でストンと行ったりします。で、ハスラーとスイスポの違いっていうのも、そこでも違いがあるように、やっぱりその車種によって何でしょうね、この食の味付けによってその段差を越える時のショックの度合いが違うっていうのね、これちょっと面白いですよね。でもなかなかいいと思います。このハイト系結構背が高くてアイポイントも高いんですけども、思ったほどこうなんていうのかな、横にこう横ロールが増えるとかそういうことがあんまりない気がしますね。やっぱりハスラーの方が車幅がね制限がありますので、タイヤの太さとかもあるでしょうね。そういうのもあってちょっとこう振られる感じ。僕のはそのストラットタワーバーと、リアピラーバーをつけていますので、普通のハスラーよりは走りやすくなってるんじゃないかなとは思うんですけども、それにしてもやっぱりこれは、5ナンバーサイズの規格なので、やっぱり車幅が背が高いにしても車幅があるので、こういうとこなんかもね比較的スムーズにいきます。でこれは、おそらくミッションは CVT ですね。この辺はハスラーと同じなんですけども、やっぱりこれでもなんていうのかな、設定の仕方というのがやっぱりもしかして各メーカーで違ってるのかもしれませんね。僕は個人的にはねハスラーの方が好きかなっていう感じなんですかね、 CVT はね。あと街中を走っていて思ったのは、アイドリングストップが、やっぱりスズキの方がちょっとスマートな気がしますね。スズキの方は、赤信号で停止するとき、時速10キロを下回るともう勝手にエンジンが止まります。で、復帰するときっていうのはモーターで、ハイブリッドですよね。モーターで、エンジンを回します。セルモーターじゃないんですね。この車はハイブリッドではないので、アイドリングストップ機能はついていますけども、エンジン始動は普通のセルモーターで始動しています。なので、よくね街中で聞く発進するときにガシャ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 って言ってる車ありますよね。その辺が結構違うんだなと思いましたけども、意外と室内にいると、音とか、振動もねそんなに大きくないです。なので傍から聞いてるよりは快適だなと思いました。そしてあとは、巡航していて、少しアクセルを離すと、やっぱりこれは一般的な、今の、燃費を良くするための、方式だと思うんですけども、やっぱりエンジンブレーキがあんまり効かないんですね、この車は。だけどもスズキのマイルドハイブリッドっていうのは、ちっちゃいモーター、違ったちっちゃいバッテリーがついていて、そこに充電をしていくわけなんですけども、
アクセルを離した時にちょっとその、負荷をかけて発電するんですね。なのでそのアクセルを離した時の、伸び具合っていうのが、この車とハスラーとはちょっと違うところですね。なんかやっぱりその回生ブレーキというか、回生で電気を、得ているハスラーの場合はそういうことなんですけども、あの抵抗感がね、なんかやみつきなんですなのでこっち乗ってアクセルを離すと思ったよりもこう前に行くなという感じですね。これやっぱり少し慣れが必要なのかなと思います。ちょっとねキックダウンして踏んでみてるんですけども、どうでしょう。この車は、1000cc の自然吸気、そしてハスラーは 660cc の、うちの車はターボ付きなんですね。4駆なんです。でこういう上り坂ですらね、どうかね、やっぱりさすがターボ付きだなと思うのはハスラーの方が、トルク感、パワー感がありますね。ちょっとこの車だと、スピードが乗るのに、少し待たなければいけない時間がかかる感じがしますね。踏み込んでちょっとパワーが出始めるのに少し、この CVT の影響かもしれませんが、少し時間がかかるので、その分をちょっとこうね見越してアクセルを踏む必要があります。頑張れ。この辺道が良くなってますね。いいですね。気持ちがいい。パワーモードありますね、この車にも。ちょっとパワーモードで行ってみます。ものすごいね、アクセルのつきが良くなります。つきがいいんだけども踏むと回らないでもパワーモードじゃないモードでもね、ノーマルモードでも全然問題はなく走れますね。はい、パワーモードオフ。ちょっとねこの車にどういうシステムがついてるかっていうのがちょっとね、いまいち分かっていません。さっきバックした時に、前後にソナーはついています。そして、バックカメラがついていますね。単純にリアの部分のカメラを後ろを映してるだけという感じなんですね。やっぱりね、なんとなくもうアラウンドビューモニターっていうんでしょうか、スズキの、上から見たようなね360度、上から見たような確認がしながらこう駐車ができる。それに慣れているとね、やっぱちょっとね不安というか物足りなさを感じてしまいます。で改めてやっぱスズキの車っていうのはすごく、もちろんトヨタもそうですけども、頑張って作っているんだなという印象を受けますね。これ1名乗車でこの感じなんで、この車、5名乗車できますよね。定員は5人乗ってこういうとこ行ったらちょっと厳しいですよね。やっぱ、ターボが欲しくなる感じはしますけども。でこれはパドルシフトがないのでちょっとなんか怖いなエンブレもドライブの下にはセコンドと B って何でしょうね。2つしか選択肢がないです。ギアの選択肢がね。その辺はやっぱりこうパドルシフトで仮想でね7速の、ギアの割り振りをしてある、ハスラーもなかなかいいと思います。ちょっとねまたいつものテニスコートの、駐車場、あそこ車が少ないのでそこに行ったらちょっと、外側外観とかね撮影してみようと思います。
いつもの駐車場に来ています。ナンバーね、ちょっと、モザイクかけるのがめんどくさいので、なんちゃってナンバーを適当につけてます。セロハンテープで留めてます。はい、トヨタのルーミーですね。面白いなと思ったのは、やっぱりワンボックス系なんでしょうかね。ここに、見えるかな。前後のタイヤ周辺の、障害物があるかどうかってミラーがついていますね。やっぱりでも背はそんなに高くないですね。ハスラーとあんまり変わんないかな。なんかね、運転しているとシートの位置が高いんですよ。ちょっと乗ってみましょうか。こんな感じなんですね。ハスラーとかスイスポなんかだとこういう感じになるんですね。なのでなんかね、ちょっとこう頭一つ分こう上に出てるような気がして、最初乗った瞬間に高いなと思ってシート上下するやつあるかなと思ったらなかったんですね。ここになかったんですよ。なのでもうこれで運転するしかないということですよね。はい、もう一回外出てみましょう。スタッドレスです。これなんだ？グッドイヤーのアイスナビってやつですね。はい。で、後ろはスライドドアです。やっぱこれ便利ですね。うちの駐車場なんかね、第二駐車場なんかはちょっとね、幅が狭いので、これだとやっぱり十分ドアが開きます。ちょっと汚ね。そして、リアシートね、これなかなか優れものですね。もちろん前後にスライドします。そしてさっきちょっとやってみたんですけども、面白いのがこれどうやってやろう。まずリクライニングじゃなくて、リクライニングかを前に倒します。で押さえるとこれ固定するんですよね。そうしたらここの取っ手を引っ張ると、ちょっとちゃんとマウント持ってこればよかったな。この取っ手を引っ張るとガーッとこうね、前にそのまんま折れるんですね。こういう形になります。すごくフラットですよね。これいいですね。で普通ですとこっちがちょっとリクライニングしてみます。こういう感じ。倒すだけだとこういう感じになるんですね。はい。まあ普段はこれでね、なんとなくちょっとした荷物なんか置く時なんかはいいかもしれませんけども、いっぱい乗せる時っていうのはここまで全部フラットになります。これいいですね。まあとは言ってもハスラーもね、一応倒すと、座面が少し下がって、同じような状況なんですけども、さすが乗用車、やっぱり軽に比べるとだいぶ荷室が広い感じがします。で、リアどうしてもこういう車はうちのハスラーと比べてしまうんですけども、やっぱ後ろも広いですよね。スペースがあります。ここにね、僕の楽器なんか横にこう置くことができるかなと思いますけども、これ上げるとこれなんだ、ここにもちょっと小物が入れがありますね。これ僕ぐらいの身長だとこの距離でもしかすると寝ることができるかもしれませんね。ちょっと下ここが少し膨らんでるので、わかりますかね。なんか枕みたいにして使えるかもしれないですね。なるほど。ちょっと今いいものを発見しました。ちょっと一旦停止。昔のワンボックスとか乗ってる人は分かると思うんですけども、昔のワンボックスもそれも結構シートアレンジたくさんありました。
けどもこんなに簡単にはできないですよね。あ、取っ手これは優しい。で今見たんだけど、これねサンシェード、これいいですね。まあちょっと全くプライベート空間にはなりませんけども、眩しい時は、まあまあ多分これ便利に使えるんじゃないでしょうか。取っ手は左右についています。ドリンクホルダーもこっち2個、こっちには1個小物入れ、そういう感じですね。あとはやっぱりこうウォークスルーができるね。狭い時には後ろから入っていって前に移動するということも可能ですね。さすが世界のトヨタですね。よく考えてます。この車はですね、おそらくグレード的にはあまり高い車じゃないと思うんですね。なんだけども、エアコンもね、マニュアルエアコンですし、だけどもやっぱり基本的な作りってすごくいいなと思います。これお値段いくらなんでしょうかね。ちょっと調べてないので分かりませんけども、これ両方開けてみましょうか。あ、なんだこっちはなんだオートなんだ。電動スライドドアってことは運転席から操作できるのかな。あった、これか。すげえ。もうなんかね、里芋はこれだけでなんかすごい豪華な感じ、感動してしまいます。開けてみましょう。オープン。へえ。ワンボックス乗ってる方たちにとってはね、こんなこと当たり前さっていう人もいるかもしれませんけど、ね、特に里山が乗ってたライトエースだとか、その後に乗ったラルゴ、日産のラルゴなんかは、ね、もちろん両側ドアじゃなかったです。当時はこの運転席側の、ドアはなかったです。だから左だけ、でしかもね、手で、こっちと同じです。こういうふうによいしょ、めちゃくちゃ滑らか。もうなんかね、やっぱ使っているとだんだんなんだろうね、こうボールジョイント、ボールベアリングがなんかダメになってくるのか、かなり強く引っ張んないと開かなかったりとか、閉める時にもねダーンと強く閉めないと、いけない車でしたね。はい、トヨタのルーミーです。ダイハツのトールと同じ。ちょっとエンジンルーム見てみましょう。はい、オープン。はい、至ってシンプルなエンジンですよね。直列4気筒かな。ちょっと残念なのはやっぱり、エアクリ、空気の導入がエンジン室内から吸ってるんですね。これがもうちょっとね、こうとかね、こっからこうとか言って、そのラジエーターの前から吸うような感じになると、もうちょっとこうね、空気の効率が良くなるんじゃないかなと思います。タワーバーもつきそうですね。ね、ちゃんとね、ソナーがついています。これちょっと見にくいね。こっちにしましょう。ソナーがついています。今もうそういうのも標準になってくるんでしょうかね。現行型のスイフトスポーツもソナーついてますよね。でもちろんハスラーにもついています。これだけね、やっぱり、居住空間の広い、そしていろんな、装置がついているとなると、やっぱどうしても重くなりますかね、ピース。はい、という感じでした。この後また榛名山下っていきます。どうしようかな。
唐松峠通っていこうかな。パドルシフトがなくて、シフトダウンの、マニュアル操作っていうのができないので、ドライブの下2段しかないので、どういう感じか、ブレーキ併用してかなっていう感じだと思うんですけども、とりあえず安全運転で行ってみたいと思います。クローズ。なんかめちゃくちゃ先進的ですよねって僕は思っちゃいます。こういう車にあんまり乗ったことない、持ったことがないので。あとフロントですね。こういう感じです。メーターは180キロまで、そこまでは出ないのかな。先ほどまで平均燃費はね12とか言ってたんですけど、やっぱさすが山登ってくるとちょっと落ちますね。ミラーついてるのかな、ついてないのかな。ててーん。はい、ミラーがついてます。ライトなしです。50点知ってる人は知っているパターンですね。ここの、荷物置き、これトレイっていうのか、いいですね。これ使いやすいと思います。ハスラーはね、グローブボックスが2段になっているんですよ。なかなかね、それはいいと思います。あとはこの辺にね、多分もうちょっとこう高いグレードになるといろんなものがつくんでしょう。エアコン、リアヒーター、こっちはライトのレベライザーですね。アイドリングストップオフ、横滑り防止装置オフ、マイルドの車間の、オフ。これは多分パーキングのソナーかな。あとね、いいなと思ったのはこのドリンクホルダー。もちろんね、こうやって、スライドじゃなくてこうパカッとこう、ほぼスライドかの感じで開くんですけども、飲み物に直接結構当たるんですね。ハスラーの場合はね、結構上についてて、ドリンクに当てる時って少し下げないといけないんですね。でこの辺はすごく使い勝手いいと思います。はい、では下っていきます。下り、ですね、このセカンドっていうのがですね、こう峠道の下りだとほとんど効きが良くないんですね。なのでもう一気に B まで下ろして、すると比較的、エンブレは効きます。だけどもね、やっぱ下り坂になってくるとどんどん加速していってしまうんですね。なので、うまいことこうブレーキをね併用していきながら、あまりこう動力を強くせずに、ポンピングみたいなね感じでちょっとこうブレーキしていくと、いいのかなと思います。最初ね乗る前にはね、どんな感じの車なんだろうかなと思っていました。だけども足回りなんかも結構親切な、足回りというか、よく考えられた乗り心地の良い足回りになっています。そして正高とはいえども、もしかするとこれアイポイントだけかもしれませんね。シートの高さが高いので、乗り心地も良くないんじゃないかななんて、横ロールも大きいんじゃないかなと思ったんですけど、そうでもないです、意外とね。だからこういう峠道なんかでも全然普通に走れます。これはなんか大きな発見ですね。なかなか楽しい、ドライブになりました。この車ね貸してくださった方に感謝したいと思います。これでね少しこの車に慣れてきたので、また自分の車にね戻った時にどんな感触かなっていうのがちょっと楽しみでもありますね。はい、ということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。よろしかったらいいねボタン、そしてチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。里芋でした。
じゃあね、バイバイ。